ちょっと倉庫まで来てほしい。そう頼んできた教師の様子がどこか不審に思えたらあなたはどうしますか。2025年2月10日、韓国テジョン広域市、夕方6時、小学校の2階の倉庫から悲痛な叫び声が響きました。ハヌル、しっかりして。一体何があったの。倉庫の中で血まみれの状態で倒れていたのは、その学校に通う小学1年生の少女キム・ハヌルちゃん。つい1時間ほど前、学校からハヌルちゃんの行方がわからないと連絡が入り、駆けつけた家族は警察と一緒になって彼女を探していたんです。そしていざ発見されたハヌルちゃんは、人気のないその倉庫で何者かに刺され、息も絶え絶えの状態。彼女の隣には中年の女が倒れており、その場には凶器に使われたとみられるナイフも落ちていました。まさか子供と一緒に死のうとしたのか。そう、ハヌルちゃんの隣で倒れていた女こそこの事件の犯人。彼女はうつ病で休職の指示が出ていた中、無理やり復帰した教師だったんです。過酷な労働環境で限界を迎え、女児を殺害してしまった女性教師。殺人を厭わないほど追い詰められた彼女の精神状態とは。取り返しのつかないその犯行は本当に彼女だけの責任と言えるんでしょうか。おそすけちゃんです。暑くなってきた。そう、最近暑いんですけど、暑いといえば辛いものといえば韓国。今回はね、韓国にまつわる話なんですけど、韓国といえばね、エンタメも強いんで、特に韓国映画の昔のやつも結構面白いのあるなと思って。そうなんだ。オールドボーイっていう、初めて聞いた。韓国の映画があって、すんげえ評価高い映画なんですけど、連れ去られて監禁されるんですよ、主人公。なぜか15年目になったら解放されるんですよ。なんで？これはまあ映画を見てのお楽しみなんですけど、普通監禁されたらそのまま殺されるとかさ、じゃん。あえて外に出したっていうところが結構ポイントになる映画で、設定的に無理なんだろうっていうのもありつつ、映像もちょっと古いんだけど、輝いてるというか、おすすめオールドボーイってやつ。なんで解放されるの ?15 年後。だから秘密だってそれ。今回ご紹介するのは、韓国の小学校で発生した殺人事件についてなんです。この事件は、教師が小学1年生の女児を殺害してしまうという非常に恐ろしい事件なんですけれども、犯人の精神状態から、そもそもね、この現場とか環境っていうのが良くなかったんじゃないかと言われている事件なんです。何それな、韓国の教育現場が殺人誘発しやすいって話なの？それは。当然ね、殺人っていうのは絶対に犯してはならない禁忌なんですけれども、教師が働く環境っていうのは異常なストレスにさらされる職場環境でもあるんです。事件の日、放課後の学校で突如姿を消してしまった少女。彼女を必死に探していた家族は残酷な光景を目の当たりにするんです。奪われた命。2025年2月10日、韓国テジョン広域市、夕方5時過ぎ、ある家族が市内の小学校へ慌てた様子で駆け込みました。ハヌルがいなくなったってどういうことですか？居合わせた職員を問い詰めているのは、この小学校の1年生、キム・ハヌルちゃんの家族。彼女はその日の放課後、クラブ活動で美術教室に参加する予定だったのですが、一向に教室に姿を見せなかったため、家族に連絡が入ったんです。家族はハヌルちゃんの携帯にも電話をかけますが、応答はなく、GPS を頼りに校内を捜索。そうしているうちに警察が到着し、一緒になってハヌルちゃんを探し始めます。そして捜索が始まってわずか数十分後、学校の2階にある視聴覚室の隣の倉庫からハヌルちゃんの祖母の悲痛な叫び声が響いたんです。ハヌル、しっかりして。一体何があったの？警察とともにその倉庫にたどり着いた彼女は、そこで何者かに刺され血まみれになったハヌルちゃんを発見したんです。もうばあさん、最初の発見者だなんて辛すぎるわよ。もう血まみれの孫の姿なんて見たらそっとしちゃうわよ。想像しただけでね、胸が痛いんですけど、これハヌルちゃんをね刺した犯人っていうのは、彼女をね狙った理由として到底ね許されない発言をするんです。倉庫の中にはハヌルちゃん以外にももう一人女性が倒れていました。その女性はこの学校で働く教師のミョン・ジェワン。彼女もまた首と腕に深い傷を負っており瀕死の状態。ハヌルちゃんとジェワンは直ちに病院へ搬送されました。そして搬送後間もなく、ジェワンは朦朧とする意識の中でこう言ったんです。私が刺しました。誰でもいいから道連れにしようと思ったんです。現場の倉庫からは犯行に使われたナイフが見つかっており、彼女の供述に間違いはないように思いました。予断を許さない状態のジェワンはここから集中治療室へ。一方で彼女に刺されたハヌルちゃんは同じ病院の中で死亡が確認されるんです。道連れにしようと思ったってさ、一人で死ぬのが嫌だったって話なの？そんな身勝手な理由で少女殺すなんて到底許されないじゃない。ほんとそうなんですけれども、そうすると気になるのはね、その時ジェワンがどんな精神状態だったのかっていうことなんです。実は彼女はね、本来学校にいてはいけないような人だったんです。蝕まれる心。
事件の約3ヶ月前の2024年12月上旬、教師ジェワンは校長室を訪れました。彼女は暗く曇った表情でこう言います。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。校長に向かい深刻な様子で頭を下げたジェワン。机の上には彼女が書いた給食届が。いいえ、まずは体調を治すことだけを考えてください。クラスのことは心配ありませんから。校長は優しくそう告げますが、ジェワンは一層複雑な表情を浮かべます。実は彼女は長年うつ病を患っており、最近になって病状が悪化。医師の診断により半年間の休職を余儀なくされたのですが、それだけの期間職場に穴を開けることに後ろめたさを感じていたようなんです。半年間も休職が必要な状態ってめちゃくちゃ重くない？症状として。仕事が原因だったのこれは。そうなんです。近年のね、韓国の教育現場では体調不良をね、訴える教師っていうのが急増してるんです。これ一体なぜなのかっていうところをね、その理由見ていきたいんですけど、というわけで本日のメトラキーワード、韓国の教師の精神的負担について。韓国政府のデータによると、2018年1月からの5年間で国内の学校教師約100人が自ら命を絶っているといいます。原因は近年の教師の精神的負担の増加。2024年4月に行われた教師の意識調査では、全体の 26.5% の教師がカウンセリングや精神的治療を受けたことがあると回答。さらに 87% の教師が退職を考えたことがあるという事実が明らかになりました。それだけ教師を悩ませているのは、昨今の韓国で学校への児童虐待のクレームが急増しているため、原因は2014年の児童福祉法改正により、教師は体罰だけではなく児童に対して心理的虐待を行った場合にも処罰の対象となると明確化されたことにあります。この法改正が行われて以降、保護者からの虐待の通報が相次ぎ、その数は5年で1200件以上にも上っているんです。要するに心理的虐待が処罰の対象となると法律で明確化された結果、虐待と認識される事例が増え、韓国の教師は多大なストレスにさらされているんです。問題はこの心理的虐待の定義の曖昧さにあるんです。例えば教師に寄せられる虐待のクレームの中には、子供の Wi-Fi の接続を手伝わなかったなどという取るに足らないものも。そうした事実無根のクレームによって精神的負荷をかけられている教師が非常に多いんです。さらに近年はコロナウイルス蔓延による自粛期間が終わり、授業が再開した反動でいじめや校内の暴力問題が倍増。教師が責任を問われる場面はさらに増え、ジェワンのように不調をきたしてしまう人も珍しくないんです。こうして2024年12月から半年間の休職期間に入ったジェワン。しかし彼女はわずか3週間で職場復帰するんです。ジェワン先生、もう体調は大丈夫なんですか？ええ、お医者さんから問題ないとお墨付きをいただいたので、半年も職場に穴を開けてしまうことを引け目に感じていたジェワンは、職場復帰は問題ないとする医師の診断書を持参し、驚くほど早くまた働き始めたんです。案の定、この職場復帰は間違いだったと言わざるを得ません。ここから学校でのジェワンの様子は一気におかしくなっていくんです。6ヶ月もよ、休職が必要とされてて3週間で戻っちゃうってさ、なんでそれ許されちゃったのよ。学校もね、そこまで病状が重いとは捉えていなかったのかもしれません。そして犯行までにジェワンの異変に気がつく機会っていうのはいくらでもあったんです。それにもかかわらず彼女を止めることはできなかったんです。止められない衝動。うつ病を悪化させ休職したかと思えば、わずか3週間で再び働き出したジェワン。しかし彼女は誰がどう見ても正常とは言い難い状態でした。ある日の放課後、ジェワンが担任を務める教室の前を通りかかった同僚の教師。同僚がふと目をやると、誰もいなくなった教室の中でジェワンは険しい表情を浮かべ、ブツブツと独り言をつぶやいていたんです。ジェワン先生、どうされました？同僚の教師は何の気なしに教室へ入り、ジェワンに近づきました。すると突然立ち上がった彼女は同僚を思い切り殴りつけたんです。あまりに唐突なその出来事に殴られた同僚は理解が追いつかずにいました。このほか当時のジェワンは学校の備品を破壊する問題も起こしており、そのまま放置しておくのは危険に思えたんです。やばすぎるわよ。普通に暴力沙汰起こしてんじゃないのよ。こんなん即座にさ、謹慎処分とかにした方がいいレベルじゃない？普通に考えたらそうなんですけど、学校側が取った対応っていうのはそこまで強制力があるものではなかったんです。同僚を殴りつけた一件から学校側はジェワンに再度の休職が必要と判断し、教育委員会に相談。2025年2月10日、教育委員会から専門の調査官が学校へ送られるんです。あなたはまだ職場復帰できるような状態ではありません。年次有給や病気休暇などの制度を利用して今はとにかく休んでください。そうやって調査官からの休職の勧告を受けたジェワン。その日の午後、彼女は学校からふらふらと外へ出かけていきました。この時ジェワンは近隣のスーパーへ包丁を買いに向かったんです。
夕方5時を迎えようという頃、学童保育の教室から姿を現したハヌルちゃん。彼女はクラブ活動が行われる美術教室へ向かって歩き出した。ジェワンはその後ろ姿を物陰からじっと見つめていた。彼女が最後みたいね。そう、ジェワンは学童保育の教室から最後に出てくる生徒を標的に定めていた。すでに多くの生徒が下校し、静まり返ったその廊下で、彼女は偶然を装ってハヌルちゃんに声をかけた。ねえ、面白い本があるの。先生と一緒に読まない？本？これからクラブ活動があるから。そう言ってハヌルちゃんが断ろうとすると、ジェワンはすかさずこう言う。じゃあ、本をあなたにあげるわ。倉庫にあるから一緒に取りに行きましょう。するとハヌルちゃんは首をかしげながらも、ジェワンの後ろについていた。たどり着いたのは、校内の2階にある視聴覚室の隣の倉庫。防犯カメラのないその部屋へハヌルちゃんを招き入れたジェワンは、後ろ手にその部屋の扉を閉めた。そして気づかれないようにナイフを取り出すと、事件当日、ジェワンがハヌルちゃんを倉庫へ誘った夕方5時には、彼女以外のほとんどの教師がすでに退勤していました。韓国では放課後のクラブ活動などは外部の講師に委託されるケースが多く、教師の退勤時間は比較的早いんです。そしてジェワンが狙ったのは、学童保育の教室から最後に出てきた生徒。同僚にも他の生徒にも目撃されないその時間帯は、犯行にはうってつけでした。こうしてハヌルちゃんを視察し、自分もその後を追おうとした教師のジェワン。その経緯を見ると、彼女が言っていた通り、ジェワンは精神的に追い詰められた結果、一緒に死ぬ相手を探していたように思います。しかし退院後、警察が取り調べを行うと、意外にもまた別の犯行動機が浮かび上がってくるんです。何？別の犯行動機？ジェワンはさ、一緒に死ぬ相手探してるって話じゃなかったの？いずれにしても、結局はね、韓国の教育現場がいかに過酷な環境だったかっていうのに、話がね、そこに収束するんですよ。国は違えど、教育現場のね、環境がね、劣悪だっていうのは、日本もね、同じだと思うんですよ。僕もね、結構大学の友達とかね、教師になる人とかね、話聞くんですけど、部活の顧問とかになって残業がめっちゃあるけど、そこもお金もらえないとかさ、休日もね、引率で行くとか、平日もテストの採点とか、とてもね、いい環境とは言えないんですよ。ただ一方で、教育っていうのはね、その国の国力を上げる根底だと僕は思うんで、一体どうすれば教師の方がね、もっと快適にね、働けるのかっていうのを真剣に考えるべきだし、かなり重要なテーマだと思っていて、皆様もそういった意見とか、ぜひコメントでいただけますと幸いです。ハヌルちゃんを殺害した後、自身も重傷を負ったジェワンは、その後20日間集中治療室で治療を受けました。そして事件から25日後の3月7日、警察はようやくジェワンの取り調べを開始。彼女は病院で語ったのと同じように、誰でもいいから巻き添えにして死のうと思ったと供述しますが、警察の見立てではまた別の動機があるとされたんです。捜査チームはジェワンがハヌルちゃんを殺害した動機について、怒りの転移があったと説明。怒りの転移とは、過去の人間関係で形成されたネガティブな感情を解消できず、関係のない相手に怒りの矛先を向けてしまう心理的メカニズム。ジェワンは長く自分だけで死ぬ方法を模索していました。しかし事件の数日前、その感情の矛先が関係のない他者に転じる怒りの転移が起こり、幼い生徒を襲う計画に切り替えたとされているんです。ジェワンは凶器の購入方法や殺人事件のネット記事などを事前に検索し、明確に犯行計画を立てていました。その行動は自分が死ぬためというより、他者への殺意の表れだと考えられたんです。彼女は過去に体験した生徒絡みのトラブルの葛藤を全く関係のない生徒に投影してしまったのではないでしょうか。事件から約1ヶ月後の2025年3月12日、テジョン西部警察は13歳未満の誘拐、殺人の特別法を適用し、ジェワンを送検。この特別法は通常の殺人よりも重い量刑が課されるもので、有罪になった場合、彼女は無期懲役か死刑になるとされているんです。現在、韓国では亡くなったハヌルちゃんの名前にちなみ、ハヌル法の制定が議論されています。具体的には、教師の精神状態を管理・評価する制度を設け、同じ悲劇が繰り返されないような仕組み作りが必要だとされているんです。しかし、ハヌル法の制定には否定的な意見も少なくありません。今回の事件は、犯人のジェワンが精神的な不調での休職に引け目を感じ、無理に職場復帰をしたために起こってしまった側面があるんです。精神疾患の有無を厳しく監視する仕組みを作れば、彼女のように不調をきたしたことに引け目を感じ、隠そうとする教師が増えるという声が上がっているんです。つまり、根本的な問題は、教師に負担が行き過ぎている社会構造と、精神疾患での休職に後ろめたさを感じる風潮にあると言えるんです。韓国の教育現場の惨状を変えるために、あなたはどのような仕組み作りが必要だと思いますか？